今日は他の新作クリフトン10とアラヒ7を紹介します。皆さんこんにちは、さとこです。お元気ですか？今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は他の新作ランニングシューズのクリフトン10とアラヒ7の比較をしていきたいと思います。レディースシューズになるんですが、メンズの方でも似たような感じかなと思いますので、ご参考にしていただけましたら幸いです。まずは前回のカハツのハイキングシューズのアップデートをお知らせしたいんですけども、ご覧いただけます通り、かなり汚れてます。しかもこれ私ハイキング用ではなくて、単なるおしゃれというか出かけ用に買って、だいたい屋内のショッピングにしか使用してないんですが、もうすぐに汚れてきちゃいました。ちょっとね、やっぱり色が可愛くて買ったんですけども、こんなにも早く汚れると思ってなかったので、ちょっとショックです。あとだから実際にハイキング行かれたりすると、もっとすごく汚れちゃうんじゃないかなと思います。あとサイズ感なんですが、試着したり短時間だけ履いてた時には気づかなかったんですが、そうですね、3、4時間ぐらい履いてますと、足の外側ですね、ちょうど小指の骨が当たるぐらいの場所がこう圧迫してきまして、もう最後の方にはもう帰りたいってなるぐらいちょっと痛くなってしまう感じです。私ね、そんなに足の幅も広くなくてですね、ハイヒールの先に尖った靴とかもずっと履いてましたので、幅が気になる足ではないと思うんですが、何回履いてもやっぱりこの辺がきつくなってきてですね、で紐はもうこのようになんて言うんでしょう、形がフィックスされたようになってるので、いくらここを緩くしようと思ってもできませんし、あとやっぱりハイキングシューズなので硬いんですよね。なのでちょっとね、やっぱりね、ジェンダーインクルーシブっていう男女兼用のサイズは私ですらこの状態なので、男性の方には特におすすめできないと思いました。見た目は可愛いんですけどね。なのでこれはちょっと短時間だけ出かける時に履いたりしてます。ハイキングはとてもじゃないけどいけないと思います。で今回はですね、おしゃれシューズとしてではなくて、実際にもう夏も近づいてきたので、少し運動しようかなと思ってランニングシューズとして他さんから何か一足欲しいなと思って見てました。それでこちらのカハツの方が通常よりは幅が広いはずなんですけれども、今言った通り小指が痛くなってしまってた状態だったので、今回はランニングシューズを何を買うにしても幅広のワイドっていう、いわゆる D ですね、 B ではなくて D を選ぼうと思ってました。それで先に、注文したのがこちらのアラヒ7です。こちらね、ショートの方にもあげたんですが、やはり他の特徴なのかなと、このくるぶしと足首あたりがポッとえぐれてる形で、はい、ここにアラヒ7と入ってます。だいぶね、ソールが厚い形で、かかとからも出っ張ったような感じになってます。軽さはかなり軽いです。で最初履いてみた時にショートの方でも言ったんですけども、自分でこう履いて上から見た時にこの白い部分が出っ張ってるのがすごくなんか目についてしまう感じで、なんか足がすごく幅広に見えるというか、でも幅広サイズを買ったのでしょうがないかなとは思ってたんですけども、それでこれは自分のジャストサイズで幅広を買って、靴下なしでぴっ
ったりで、ちょっとここが関節1本ぐらい分残るかなっていうぐらいのサイズ感です。他のところはぴったりで、ランニングシューズとしてはすごくぴったりなものだと思います。ただやっぱりこの白い部分がすごくなんか気になってしまってたので、じゃあやっぱりクリフトン10の方も頼んでみようと思って今回注文したのがこちらのクリフトン10なんですが、こちらも幅広のものを選びました。それとアラヒが自分のちょうどのサイズで靴下なしでぴったりぐらいだったので、こちらはハーフサイズ大きい、こちら5番でこちら 5.5 番を注文してみました。で下白いこのソールの部分が白いものは売り切れてたので、全部真っ黒なのはどうかなと思ってこちら注文してみたんですが、黒だとね、このホカさんのロゴがあまり目立たないっていうのはすごくいいなって思いました。ただやっぱりね、履いてみた時にちょっと黒すぎるかなっていうのもありました。運動目的で買ってるので見た目気にしないと言ってもやっぱり多少は気になりますので、少しでもねなんか可愛くて自分が気に入るものの方がいいじゃないですか。それでこのようになってます。やっぱりね、こう黒と比べてみると邪魔だなと思ってた白があることによって黒が引き締まって見えて、若干ね細く見えます。クリフトン10の方がこのソールははみ出してはいないんですけども、この上のアッパーと一体化してすごくね足の幅が余計広く見える感じになってます。はい、そしてね、ソールの厚さですね。このようにして外側から見るとそんなには変わらないんですが、実際に履いてみるとクリフトン10の方が2倍ぐらいのクッションの感覚がかかとに感じられます。なので走る時にすごくクッションが好きな方はクリフトン10の方がいいと思います。私はねどちらかというと昔走ってた時に裸足で走るのが一番速い説っていうのが流行った時代でして、ナイキとかでももうほとんどクッション入ってなくて薄いソールのものが流行った時代があったんですが、その頃にね走ってたので、ちょっとねクリフトン10のクッションは私には厚すぎると思いました。で特にこちらハーフサイズ大きいのを頼んじゃったので、こう中に余裕がある状態でクッションもすごくあるとちょっと安定性が悪いなと思ったので、クッション好きな方はジャストサイズ、ワンサイズ大きめ頼まないでジャストサイズで、そして幅が心配な場合はワイドを選ぶといいと思います。というのもですね、今回アラヒもクリフトン10も購入するにあたっていろいろなもちろんホカさんのサイト、アマゾン、あと靴の専門店のザッポスというのがあるんですけども、そこでもレビューをたくさん読みまして、そうしましたらホカさんは新作になるにつれて足の幅が狭くなってるらしいんですね。それで自分はクリフトン9が好きだったのに10を買ったら狭かったとかってすごく書いてたので、私はこっちの経験のこともありまして幅広今回選んだんですが、でも実際ハイキングシューズと違ってランニングシューズはアッパーがこう通気性ある布じゃないですか。先ほどみたいに硬いものではないので、実際そこまでね、もしかしたら幅が狭くても擦れて痛くなってしまうっていうことはそこまではないんじゃないかなと思いますが、でも従来のものよりも細くなっているっていうことですので、心配な場合はワイドおすすめです。ワイドといっても確か1インチも変わらないので、
1センチ以下の違いなので、両方の隙間からすると 0.5 センチぐらいですよね。1センチとしても広くなっているのが内側外側で、なのでもしかしたらワイドをオーダーした方が安心して履くことができるかもしれません。そしてね、違いといったら本当にね、中のクッションの厚みだけだと思います。値段の違いもこちらの方が、クリフトン10の方がクッションが厚いために少し価格が上になっているのかなっていうぐらいの違いで、他は特にそんなにわからないです。ここのえぐれ方もだいたい同じですね。そしてデザインとしてはオンの方が見た目可愛くて、そしてこの辺にこう空洞もあってすごくおしゃれな感じなので、そちらをね試してみたいっていうのはあったんですが、ワイドが出してないのか、ちょっとアメリカのサイトの方では見つからなくてですね、あとやっぱりレビュー読むと他よりも狭いっていうことが書いてあったので、だったらいくら可愛くてもしょうがないなと思ったので、他で頑張ってみようかなと思ってます。ね、本当は黒だったらもっとこういうスッという風に見えるかなと思ったんです。でもやっぱりね、ソール白の方が締まりますね。まあ男の人で黒いパンツで全部黒で締めるって場合には真っ黒でもいいと思うんですけど、女の子がレギンスのようなタイトなパンツ履いて走りに行くっていうんだったら、こっちの方が多分ねおしゃれですし、あとね白い部分が見えるので動きがよく見えるっていうのもあると思います。昔マイケル・ジャクソンさんがわざとパンツをちょっと足首よりも短くして白い靴下履いて踊ってた、パフォーマンスしてたのは白い靴下で余計足の動きが見えやすくなるので、あれは演出としてやってたそうなんですよね。そんな話を聞いてやっぱり少し白が入ってる方が走り姿がかっこいいのかなと思ってます。そんなわけでですね、今回私がクッションあまりない方がおすすめの、私が推奨するのはアラヒ7です。ただ膝の痛みがあるとか、あまり激しく走らない方にはクリフトン10がいいんじゃないかなと思いました。まあ皆さんね、クッションには個人的なお好みがあると思いますので、こっちは本当にふわふわで、こっちはほどほどっていう感じです。ナイキとかに比べたら両方ともすごくクッション入ってます。初はね見た目可愛いんですけど、本当残念な結果でどうやって広くしようかななんて思ってるんですけども、そちら分かりましたらまた、そしてこちらのシューズでも走ってアップデートがありましたらお知らせいたします。私も今ねちょうどダイエット始めようかなっていう感じで、もうここ 2,3 年はこういう運動靴とかも全然疎かったので、もうちょっとね靴の話とかもしたいと思ってますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンもお願いします。では今日も動画ご覧いただきどうもありがとうございました。また次回お会いします。